さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はジャンク品ではないんですが、中古でかなり良いものを購入できたので、そちらをご紹介していこうと思います。中古品をあんたが紹介するなんて珍しいわね。それでは早速見ていきましょう。ということで、今回はこちらを購入してきました。ドスパラ。はい、珍しくドスパラさんで購入してきました。中身はこちら。これは、マザーボード。はい、こちらは MSI 製の MEG-B550 ユニファイになります。ほう、これすごいの。はい、こちらの B550 なんですが、まず第3世代ライゼン移行対応マザーボードになります。第3世代。はい、つまり3000番台以降のライゼン CPU しか使用ができません。つまりあんたがメインで使ってるライゼン 5600AF とかは使えないってことね。そうなりますね。そして PCI Express の Gen 4に正式対応しております。Gen 4接続の M.2 NVMe SSD が使用可能なので、すんごく速い M.2 SSD の使用が可能になります。噂では B450 でも動いたりするみたいですが、一応正式には X570 と B550 の2種類が正式対応してるみたいです。それからビファケーションが可能となっているそうです。ビファケーション。私もよくわからないんですが、マルチ GPU の環境改善みたいですね。マルチ GPU なんて使ったことないのでさらっといきます。チップセットから出るレーンは PCI Express Gen 3に引き上げられ、拡張カードやオンボードデバイスの性能が引き出しやすくなっています。ちなみに X570 はチップセットから出る PCI Express レーンも Gen 4になります。もう何言ってるか全然わかんない。ですよね。では最後に、設計の洗礼度は X570 よりも上がっています。つまり、AMD マザーボードでの最上位は X シリーズになるんですが、その X570 が発売されてから1年経過して、この B550 というシリーズが発売されたんですが、要は X570 での不具合やその他諸々を含めて新たに作られたものなので、X570 に劣るところもありますが、X570 以上にしっかりと作られたものになります。なるほどね。で、これいくらで買ってきたの？はい、こちらのマザーボードなんですが、現在新品で3万円から 3.5 万円ぐらいで販売してるんですが、お値段、17,490 円で購入してきました。それって安いの？まあ金額的には安くはないんですが、この商品的には安いかなと思って購入してみました。というのも、MSI の B550 の中では、ユニファイ X と呼ばれる最上位に続いて、2番目の立ち位置なんですよね。ああこう見ると値段は高いけど、買ったもの的には安そうね。です。では続いて中身も見ていきましょう。シュラララ。それでは早速開封していきましょう。箱の左上にシール跡が残っているぐらいで、それ以外はとても綺麗な状態ですね。こちらはマザーボード本体。その下に付属品が入っておりました。こちらが付属品一覧ですね。一応これが標準で入ってるもの一覧なんですが、すべて完品の状態でした。しかも、付属品はどれもどうやら未使用品っぽい感じもします。中古販売なのに未使用品なの？まあ付属品は使わないで、手持ちのものを使ったって可能性もありますが。それは確かにあるわね。ところで、DIY スタンドセットって何？あ、これ画面の上の方にある、ファンネルみたいなやつですが、組み立てることで簡易ベンチ台になります。今回はそのベンチ台で動作確認とか後ほどやってみましょう。続いて本体も見ていきましょう。はい、こちらが本体となります。あれ？めっちゃ綺麗。そうなんです。本体もめちゃめちゃ綺麗なんですよね。これお店で中身を確認させてもらったんですが、店員さんも綺麗すぎてびっくりしてました。まあ中古なのにここまで綺麗だと驚くわよね。さらに M.2 スロットは全て未使用の状態でした。本当にこれ中古？ではマザーボード全体をよく見てみましょう。全体的に黒を基調として、結構高級感を漂わせてます。左上に割とドラゴンがはっきりとしてるわね。ドラゴンの主張が強いの嫌いな人多いですが、私は割と好きだったりします。今マザーボードをお見せしておりますが、特に傷等もなく、ホコリとかもほとんどないんですよね。本当不思議なマザーボードね。それでは DIY スタンドを作りながら、この B550 ユニファイの簡単なスペックのご紹介。まずはチップセットは B550 で、ソケットは AM4。メモリスロットは全部で4本で DDR4、128GB まで対応。
メモリ速度は 5100OC/MHz 対応となっております。大きさは ATX で 304mm×244mm。PCI Express は ×16 が2本と ×1 が2本となっております。M.2 ソケットは全部で4箇所あり、VRAM フェーズは14にフェーズで、90A 対応の強力な電源回路を搭載。2オンス圧の銅を採用した PCB 基板によって基板の熱伝導率を高め、基板上の温度を低くすることができるそうです。背面は充実しており、USB ポートが8箇所、各種オーディオ、それから Wi-Fi と Bluetooth のアンテナや、さらに 2.5G LAN や CMOS クリアボタン、フラッシュ BIOS ボタンも搭載しております。フラッシュ BIOS ボタン。はい、このフラッシュ BIOS ボタンを使えば、CPU やメモリがなくても BIOS アップデートをすることが可能となっております。そんなことができるんだ。面白いですよね。それでは実際に起動させてみましょう。シュラララ。それでは先ほどのスタンドを並べて、そこにマザーボードをセットしていきたいと思います。割とこの足が滑りやすいので転倒に注意ですね。今回の動作確認用のパーツはこちら。起動確認だけなので、特にスペックにこだわりはありません。持ってるものを使用しただけです。それでは起動確認いってみましょう。スイッチオン。ジャンクじゃないけど画面が出るまでは心配ね。ですね。って、あれ、全然出ないじゃん。見えないんですが、右上のポストコードがどんどん進んでいるので、おそらく止まらなければ、あとは初めての構成での起動なので自動的に CMOS クリア等をしてるんだと思います。にしても長いわね。多分。そろそろ。こんなにつくのに時間かかると逆に不安に。とりあえず無事に起動しました。はい、こちらが BIOS 画面になります。で、この BIOS 画面を見て、ちょっと気になったことが。別に普通な気がするけど。こちらの BIOS ビルドデータをご覧ください。2020年11月13日。はい、こちらの B550 ユニファイなんですが、2020年12月11日に発売されたものなんですよね。ということは、こちら初期 BIOS のままなんですよね。すでにメーカーホームページにいくつか BIOS が上がっているので、せっかくなので先ほどのフラッシュ BIOS ボタンを使って、BIOS アップデートをしてみたいと思います。ちなみに BIOS のアップデートは現状問題なく動いている状態であれば、特にする必要はありませんので、お持ちのマザーボードの BIOS が古くても問題はありません。とりあえず CPU とメモリ、GPU を抜いて、電源だけ挿した状態で、USB メモリに新しい BIOS を入れた状態で、こちらのフラッシュ BIOS ボタンを押してみます。すると点滅しだして、このまま5分ほど待ちます。CPU がついてないのにマザー単体でなんかやってるのもすごいわね。で、5分経ったら点滅が終わるので、再度立ち上げたのがこちら。先ほどまでは2020年11月の BIOS データが、2021年7月の BIOS にアップグレードできました。ほんとだ、なんか面白いわね。私も初めてやったのでドキドキしました。ちなみに BIOS データが壊れるとパソコンが起動しなくなったりするので、BIOS のアップデートはくれぐれもお気をつけください。シュラララ。はい、ということで今回は、MSI の MEGB550 ユニファイのご紹介でした。値段的には高かったですが、物としては安かったかなと思って購入しましたが、中身的にはほとんど未使用品っぽいので良かったです。確かに付属品もマザーボード本体もめちゃめちゃ備品だったわね。です。で、あんたが値段的には高い中古品を買ってどうするの？はい、こちらのマザーボードを使って、新メインを作ろうかと思います。新メイン？はい、近いうちに新メインの動画も公開いたしますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。